スープとミニおにぎらずのお弁当4日間。鶏のつみれ鍋とツナ玉おにぎらずを作ります。スープジャーはお湯を入れて温めておきます。水 300cc を火にかけて、酒とみりん大さじ1、鶏ガラスープの素小さじ1を加えます。鶏ももひき肉 100g、生姜を少しすりおろして、酒小さじ1、塩コショウ少々と片栗粉小さじ1、長ネギを30スライスくらい入れました。よく混ぜて、手やスプーンで丸めて鍋に入れます。娘が温かいスープのお弁当を喜ぶので、最近よく作っています。あれこれおかずを作るより、スープ一つでいいので楽です。冷蔵庫にある野菜も入れよう。しいたけ、えのき、人参、白菜。2人分の時はまな板で切る方が早いけど、1人分の時は鍋の上で切っちゃいます。蓋をしてコトコト煮込みます。ツナ缶にマヨネーズを混ぜ、卵に塩を少し、600ワットでまず1分温めます。周りだけ固まった。真ん中にツナを入れてみよう。もう1分加熱します。ミニサイズの簡単おにぎらずを作ります。おにぎり用の海苔にご飯をのせて、真ん中に具をのせます。パタン、パタン。折りたたんだら、出来上がり。もう一個。小さくて切らなくていい、このおにぎらずの動画もあるので、よかったら見てみてね。お鍋はどうかな？味を見て、鶏ガラの素や塩で整えたら、水菜も入れます。水菜をさっと煮たら、ごま油といりごまを振って完成。スープジャーのお湯を捨ててスープを入れます。このスープジャーは 400ml の大きさです。水 300cc と具材でぴったりの量になりました。鶏のつみれが美味しい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 
おにぎり用の海苔なので、半分に切ると、とても小さいミニギラズです。豆乳担々鍋と肉味噌おにぎらずを作ります。水洗いした白滝を熱湯に浸して、下茹でを省略します。水 200cc、酒大さじ1、鶏ガラの素小さじ1、すりごま大さじ2、味噌大さじ1を溶かします。しめじ。チンゲン菜はたくさん入れました。スープは野菜がたくさん食べられて体が温まるし、娘は慣れない仕事が多くて毎日きついからスープがほっと食べやすいと言っています。頑張れ。豆腐とお湯を切った白滝。もやしも入れたら、蓋をしてコトコト煮ます。フライパンにごま油、にんにく1/2かけ、生姜も同じくらいすりおろして、長ネギ1/2本くらいスライサーで入れたら、炒めます。いい香り。ひき肉 250g を加えます。鶏ひき肉が好きで使っていますが、豚ひき肉が一般的です。酒大さじ1、豆板醤小さじ2、醤油小さじ1を加えてピリ辛にします。辛いのが苦手なら豆板醤を減らしてね。しっかり炒めたらスープ用に取り分けて、残りは砂糖小さじ1/2と味噌小さじ1/2を混ぜます。おにぎり用の肉味噌ができました。肉味噌はたくさん作って小分け冷凍しておくといろいろ使えて便利です。さあ、おにぎらずを作ろう。おにぎり用の海苔にご飯をのせて、大葉、肉味噌、パタン、パタン。ラップで包んで、完成。お鍋はどうかな？よし。仕上げに豆乳を 200cc 加えて、弱火で再度ふつふつしたら、完成です。ピリ辛のひき肉を乗せると濃厚で美味しくなります。クリーミーな豆乳スープとピリ辛のひき肉が食欲をそそります。たっぷり乗せちゃえ。お好みでラー油といりごまをかけて出来上がり。ピリ辛で体が温まるね。
おにぎらずはちっちゃいから切らなくてもいいけど、切るとこんな感じだよ。みぞれ鍋と豚こまチーズおにぎらずを作ります。水 300cc、 だしパック1つ。このだしは塩や砂糖、醤油の味がついているものでした。酒大さじ1も加えます。豚こま肉 100g くらいに、みりん、砂糖、醤油を小さじ1/2ずつ混ぜます。片栗粉小さじ1、チーズを小さじ3くらい混ぜたら、醤油を少し追加しました。トースターで10分焼きます。しめじ、しいたけ、人参、白菜。冬は夕食もお鍋にすることが多いので、具材は冷蔵庫にあるものを適当に入れています。先ほど残った豚こま肉も入れて、塊にならないように広げながら混ぜて、だしパックを取り出します。たっぷり入れたい大根おろし。頑張れママの見た目だけムキムキな腕。ムキムキは見せかけで、もはや腕が疲れたので、今日はこれだけ。蓋をしてコトコト煮込みます。後乗せ用にもう一頑張り。大根おろしは体にいいから頑張れ。豚こまチーズ焼けたよ。おにぎりに豚こまとチーズが美味しいんです。さっぱり担当大葉。海苔ともご飯とも相性がいいチーズが絡んだ豚肉。プチプチ担当いりごま。パタンパタン。折りたたんだら出来上がり。味付きのだしパックだったので、このまま塩とポン酢を少しずつ入れて味を整えたら、水菜も入れます。一煮立ちしたら完成です。大根おろしたくさん食べたい。おすすめのおろし器があれば教えてください。最後に大根を乗せて完成。消化を助け、ビタミン豊富でたくさんの効果がある大根おろし、いっぱい食べたいですね。おにぎりも美味しいよ。シーフードのトマトクリームスープとささみ梅かつおにぎらずを作ります。まず起きてすぐに水 200cc に塩小さじ1を入れて
冷凍のシーフードミックスを解凍しておきます。身支度が終わったら、お弁当作りを始めます。ささみに料理酒を少し振りかけて、600ワットで2分温めます。スープジャーを温めて、鍋にオリーブオイル、ニンニク1/2の1かけをみじん切り、人参は小さめのさいの目切りにします。この日の具材はコロコロサイズに揃えたいので、ちゃんとまな板で切ります。焦げないように鍋の火は弱火にしています。玉ねぎも同じくらいの大きさに切って、炒めます。冷凍のシーフードミックスはそのまま調理すると縮みや臭みが出る可能性があるので、塩水で解凍してから使います。エリンギとしめじも入れよう。一時期休職してしまったパパさんの話を動画では話さなくなりましたが、当時心配して励ましてくださった方が気にかけてくれているかもしれないので、近況をお話しすると今も現状変わらずです。前はクレーム対応も平気だったパパさんが、今は少し口調が強い方と話すだけで汗が出てきてしまうそうです。きっと自信がなくなっちゃったんだね。辛い状況でも毎日会社に行ってすごい。暗い話はおしまい。ピーマンとシーフードも加えて炒めます。カットトマトは半分使って、残りはすぐに冷凍します。炒めた具材に酒大さじ1を振りかけて、カットトマト 200g くらいと水 200cc、砂糖小さじ1/2、コンソメ小さじ1を加えます。蓋をしてコトコト煮ます。レンジで温めたささみは水気を切ってほぐしながら筋を取り除き、梅干しを小さく切って、鰹節、いりごま、醤油を和えます。醤油とみりんを少し追加。ミニギラズを作ります。ちなみにご飯は熱々ではなく少し冷ましてあります。大葉、ささみの梅がつお和え、パタン、パタン、ラップで包んで完成。もう一個、パタン、パタン。1秒おにぎりとどっちが楽かな？スープは塩コショウで味を整えて、
牛乳 200cc を加え、弱火で温めたら完成です。静かにふつふつしたらスープジャーに注ぎます。この日はシーフード好きの娘が大喜びでした。きれいに洗ったパセリを少し乗せます。完成。食材もお米もどんどん値段が高くなってきてスーパーで悩みますが、節約もお弁当作りも一緒に頑張りましょう。ご視聴ありがとうございます。またね。